第2回ウッパフチャンネルです。ウパフの、第1回2010について、話していきたいと思います。そうって言っても僕2010年はいなかったんですけどそうなんですよね日シャンは2011年から実は参加してるっていう、僕は2010年から参加してるんですけど、前回初めて YouTube をやってなんかいろいろ2人で緊張したし、俺はやっぱ反省喋りすぎて、もともと日シャンはあんまり喋らんタイプやねんけども、要点はやっぱり言うのは得意なので、多摩の振興会館で昼間はやって夜は野外上映なんですけど、その振興ビルで昼間やる時の苦労話だけはちょっとぜひしておきたいから、教室ぐらいの部屋を借りてプロジェクターで各国の作品を上映するんですけど、真っ暗にならないと。で、周りがもうまず瀬戸内の海なので日当たりめちゃくちゃいいし、でどうやって光を遮るかっていうので、光を遮るのをちょっと黒話を日シャンの方からもしっかり言うといて。普通の会議室を借りてやってるんで、そんな映画を上映するっていうことをのための部屋じゃないんで、一応ブラインドはあるんですけど、下ろしてもかなり光が入ってきてしまって、隙間から入ってくるよね、絶対。結構気になっちゃうっていうところなので、暗幕を窓全面に貼っていくっていう作業をするんですけど、暗幕を貼るところも太陽がガンガン当たってるようなところに貼っていくので、かなり貼るところが熱を持ってるので、普通の貼り方だとなんか熱で上映中に最初の頃はね落ちてきちゃったりとかしちゃって、映画上映中に光がまた入ってくるってねあとは落ちる時って必ず端っこから落ちてくるんで、貼ってある場所が鉄板なので、端っこだけ強化するために磁石を使って落ちないように工夫したりとかっていうのはしてますね。そうこういうあたりが日シャンのすごい得意なところで、この辺マックスとかレイコさんとか全然やってないもんね。真っ暗にするための努力みたいなものは買ってくれたけど貼るのとか俺らがやったもんね。でもマックスさんもレイコさんももう上映に向けて映像周りのチェックだとかいろいろやってるんで、それはちょっと優しいそう字幕とかもね、前回も言ったと思うけど字幕とかも自分らで入れて、でも字幕が間に合えへんかった時あったんよね。そういえばありましたね。そう産業振興ビルでやる上映の時に字幕が間に合わず、マックスとレイコさんが即席で吹き替えでやったとでそれが良かったのか悪かったのか分からんけど、その後逆に僕もやらしてもらったんですけど、生吹き替えで上映、弁士そういう人も読んでやったこともあったよね、野外上映。弁士の人来てましたね。そういうふうにやって、生吹き替えっていうのも失敗から生まれたパフらしさ。だから真っ暗にするっていうのは本当に一つの大きな作業で、それも3年ぐらいでやっと完成した感じやね。最初2010年始まるにあたってマックスさんから誘われたんですか？そう僕はね18歳の時に中古レコード屋で大阪でバイトしてました。でその時これマックス覚えてるかな、サムズレコードって、この前東京の中華屋さんでたまたま見つけたこのスリーブなんですけど、しかもスイートソウルミュージックってね、マックス覚えてるかな黒人専門のね中古レコードでバイトしてる時にマックスが上司でいてて、僕より10個ぐらい上なんですけど、その時はもう死んだような社会人生活を目は死んでるしそこで知り合って、でその時にもずっと交流は続いてて、マックスが生まれた岡山県玉野市で映画祭をやりたいとっていうので、お前ちょっと手伝ってくれへんかってで、日シャンは2010はいないけど11からなんで、震災の年2011年の時にSNS で玲子さんが僕中学生の時の同級生なんで一緒に映画撮ったりとかしてたよね。だから日シャンとかは東京出身やねんね、玲子さんも。
そうです東京出身やから、まあ、そういうの好きやったから。それで SNS でつながってそういう映画祭やってるんだっていう話を聞いて、それで行ってみようかなと思って、最初は別にそのお客さんとして、ね、そうお客さんとして見に来るつもりだったんですけど、行くにあたって映画の雰囲気を写真に撮ってくれないかっていうことを言われて、あ、そうや、写真を撮るボランティアでウパフに参加したのが最初ですね。そう割とだからいいカメラを持ってるイメージがあって、この YouTube も日産が揃えてくれたこの、まあ、カメラってデジカメ、機材で撮ってるけど、そうそう、なんかカメラマン的な感じですごい写真撮ってたよね、いっぱい。そう写真をずっと2011の時は写真を撮ってましたね。でもまあ来たからにはなんかいろいろ手伝ってやっていうので、割と最初から最後までいたもんね。第1回はすごいですね。その2回週末じゃなくて1週間にわたってやってたんですよね。第1回はね2010年の8月2日から8日、ずっとやってた、平日も。これホームページに過去のやつも見れるみたいなのでぜひ見てほしいんですけど、7日間で作品数27作品5カ国の映画をやったということやねんな。というので2010年、まあとりあえずちょっと戻るけど2010年は始まりました。監督と Q&A を上映後にするっていうのも、例えば日本の監督が実際に会場に来てくれたってパターンもあれば、その世界のねちょっとスカイプっていうの、スカイプでその夜空の大スクリーンに映し出してスカイプでつないでお客さんと Q&A と、それこそアメリカじゃない、そのねなんかあまり僕らが行かないような国の監督と僕たちが質問したことを通訳して、そうウパフのこれその特色にもつながると思うんですけど、例えば地域の人が出店、覚えてる野外の会場空き地にお店ね、焼き鳥屋の人かな、すごい仕込みしっかりして大量の焼き鳥を持って、ただウパフもなかなかねこう認知の問題で、お客さん少ないからすごい少ない時は申し訳ない。いやもう3人とかね4人とかも本当平気であって、その時はもうスタッフがひたすら買うという焼き鳥ばっかりでも美味しかったよね。すごい。あと玉野の歴史なんかを映画の合間合間に流してたりしてたよね。そのもともとは港町ですごく、だから橋がなかった時はあそこから四国に渡る時は、電車が船に乗ってああそっか高松まで行くっていうのがあったんで、そうね、四国に行く時は必ずそこ通んなきゃいけない。そうやね。今は橋ができちゃったんで、瀬戸橋がねできたからやっぱり寂れてる印象があったんやけど、その直島で外国人の人も含めて観光客がいっぱい来るって言って、まあこれもそれでちょっとそこに絡んでいけたらなっていうので始めたらしいけど、でもやっていくうちに東京から来たりとか、あと海外からねなんか来たとかで、場所はすごくいいと思うんですけど、自然という意味ではね、でだんだんなんかこう直島の影響、これの影響っていうよりも直島の影響で、なんかこう外国人の人がすごく増えたし、あとこれ言いましょう、グッズ、まあこれはあんまりね作品とどうでもいいかもしれないですけど、これもね第1回から作ってて僕らも T シャツとこれ着てるんですけど、これ僕グッズはもうすごいスタッフ用でもらったのもあるし自分で買ったのもあるんですけど、ここにある以外にも、まあ、T シャツとトートバッグ以外にも実家にはもうこれの3倍ぐらいありますねマニアですね。マニアですマニアです。というわけで第2回はちょっと予定を変えてまたウパフの良さとか僕らの苦労話を言いました。次回もぜひやりたいので、2010はまた次回ということですね。そうですね。だから次は必ず2010のこんな感じでやりましたよっていうのを、ちょっと話できたらなと思います、はい、よければホームページで見て予習とかしていただければまたいいかなと、予習という、お願いします。では最後に西ちゃんまた最後締めてください。ウパフよろしくお願いいたします。お願いします。